ヤッホー、頼むルナです。今日は、ストーリーでめちゃめちゃ質問が来てたこちらのブルーメイクをやっていきたいと思います。今は完全にすっぴんの状態です。キーちゃんもね、ファンの子からもらったんですけど、ありがとうございます。なので今からカラコンつけてやっていきます。フランミーのカカオワッフルっていうやつを使ってます。はい、これはね、ダイソーで買いました。マイメロとくるみのやつ。なんか縁ありのカラコンが好きで、ちょっと黒っぽいカラコンを探してて、じゃあたまたまあったんですよ。そうなのでこれにしました。今までは結構茶色とかちょっとキャラメルっぽいみたいな感じのをやってたことが多いんですけど、今回は黒にしてみました。はい、ベースからやります。最初にこちら毎日塗ってる日焼け止めを塗ります。日焼け止めを取って、ここに、前回のお化粧と変わっているのかって言われたら、大してそんなに変わってはないんですね。変わったとしたらアイメイクぐらいなんですけど、でもね、リクエストが多くて結構参考にしてくださる方が多いという話を小耳に挟みましたので、やらせていただきます。はい、これをね、手で私は塗ります。で、結構この夏っていうのは日焼けをねしてきたので、顔だけ白くなっちゃいがちなんですよ、いつも。で、いつも彼氏とかから「ルナちゃん顔だけ白いよ」とか言われるんですけど、しょうがないよね。てか顔だけ白いのも可愛いよねっていうおかしいか、それはさすがにおかしいけど、いいんですよ。セザンヌの下地を塗ります。もうセザンヌ様、もう私といえばという感じで、セザンヌが大好きなんですよ安いし、なんか物もいいし、品質もいいし、めっちゃ好きや。ちょっとなんか容量が少ない、なんかちょっとっていう感じなんですけど、でもね、下地に関してはいいです。すごくお気に入りです。私の肌と合っているという感じで。てかさ、メイク動画久しぶりじゃない？なんか冬以来出してない？そんなことない？なんか記憶にないんですけど、この前出した時の。下地完成できたら次、ファンデーション、こちらのティルティルを使います。いつも使ってます。これを本当にファンデーションあんまりつけない派なので、少量だけ取って、こうポン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 と、なんかメインは下地と日焼け止めをなじませるみたいな。で、ファンデーションはちょっとだけ気になるとこ、赤いところとか、なんか自分の気になるところをこうやってしていくだけで、あんまりべったりはつけないです。なんかいいファンデーション教えて。私あんまりメイクがうまくないんですよねうまくないから、メイク服とかはめっちゃ好き、ファッションは好きなんですけど、メイクに疎くて、なのでちょっと教えてください。なんかメイクとかより服に金をかけるますので、なんかメイクのことあんま知らないの、正直言って。こんなにね、メイクしようかいとか言って、ブルーメイクしてみたとか言ってるけど、あんま分かんないんです、メイクのことに関して。こういう感じでファンで終わりです。次に、こちらのパウダーを使います。こちらもセザンヌさんです。案件可能。よろしく。こちらをまんべんなくサラサラになるまで塗っていきます。結構ベタつくのがノット系女子なんですよ、私。ちゃんとしっかりこういうこら辺フェイスラインのとことかベタつくので、しっかりパン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 としていきますよ。てか今日ね、めっちゃ早く起きれたの。朝
私的には結構めっちゃ早く起きて8時半ぐらいなんですけど、めっちゃ気分がいいです。朝からピラティスに行って、でピラティス行った後もちょっとストレッチとか運動とかして、でその後にちょっと汗をかいたのでシャワーを浴びて、でちょっと動画編集して今という感じなんですよね。なのでなんかすごく気分がいい。すごく眠たい。なのでちょっとお昼寝するか昼寝しないでちょっと頑張って YouTube 撮るかって迷ったんですけど、撮ってますえら。なんかちょっとテンション上げ、なんか早く起きれた日ってめっちゃテンション高くならないですか？はい、という感じでベースメイク、ベースはこういう感じです。肌のは完了で、ちょっとリップを塗ります。もうこれブブちゃんにやられたんです。はい、これをね、もうないんですけどあんまり。そして眉毛を描きます。眉毛はアートメイクに行ってて、色はついてるんですけど、その上から軽くね、ちょっと軽くやっていきます。 OK、 眉毛 OK です。で次にアイシャドウに行きたいと思います。早速なんですけど、もうブルーが登場いたします。こちらです。ブルーの正体、ケイトザアイカラー055番ですねの、こちらケイトのを使います。でこれを指でいつもやるんですけど、ちょっとこんな感じの色なんですけど、取ってそれを目に塗っていきます。もう何も下地とかはいつもしてないです。これの色って感じ。なんかラメも入っててめちゃめちゃ可愛いんですよ。これドラッグストアでたまたま見つけたんですけど、テスターで一回やってみて、めっちゃ可愛いと思って即買いしました。値段も安いし、可愛いです。挑戦できる。でこんな感じは結構青いかなという感じです。私はいつも2回ぐらい塗ってます。2度塗り。はい。ポイントとしては、私はいつも下のその二重幅のところが濃いくて、でこの上のところ、アイホールのところは薄く、なんかちょっとグラデーションっぽくなるようにやっておりますけど、はいちょっと雰囲気でね、結構色がついたので次こっちにもやっていきたいと思います。めっちゃいいよね、発色。ちょっと緑が入ってる感じも可愛い優秀です。可愛い優秀。はい、こういう感じで両方とも塗り終わりました。私はもうちょっとラメ感が欲しいなと思うので、このランコムの今売ってるかわからないんですけど、前に買ったなんかクリスマスコフレかなんかで買ったものを使います。青い部分、これ青っていうかちょっとシルバーっていうかな、これがあるんですけど、これをちょっと塗っていきます。なんか二重幅のとこというより、このアイホール、ここに上の方に塗ってラメを目立たせます。こんな感じで結構ラメになるので可愛いです。で次に上終わったら次下ですね。下をやっていくんですけど、下はこのメイクを使います。このメイクのこの濃い茶色を取って下にここ全体までいかない、半分ぐらいやります。反対側もやりましょう。はい、こういう感じです。ちょっとなんかオレンジブラウンみたいな感じなんですけど、はい、こういう感じで OK。 次にさっき眉毛を描いたペンシル、このセザンヌちゃんのペンシルで、この下にここに線を引きます。こういう感じで線を引きます。
こにね後で、下まつげを描くのでアイライナーでそれのために引きます。であとここも黒で埋めます。埋めるというか描く。はい、こういう感じで黒く入れます。でこっちも同じようにやります。はい、入れました。じゃあ次にこちらでこのジルリーの涙袋のペンシルで涙袋のを引いていきます。蓋させます。結構濃くてもいいです。これは全然濃ければ濃いほどいいという感じでもある。ちょっとだこういう感じです。できました。はい、じゃあ次にもっと涙袋を爆誕させようということで、さっきのこのペンシルを使って線を描きます。これも結構濃いめで私はいつも描いてます。なんかあんまメイク直しとかしたくないっていうか、これを持ち歩くのが嫌なの。と言っても私のバッグは本当に小さいもうタイニーバッグなのであんまり物を入れれないっていうのがあって、あと重いじゃん。なんかまあこれだけやったら重くないけどさ邪魔やん。だからあんまりこうメイク直しをしたくないので、ちょっと最初はね濃く全然いっててもいいんじゃないかなっていう。はい、引きました。じゃあ次にアイラインを描きます。アイラインはなんか最近は本当にね跳ね上げでこうピュッてなんか天使の羽みたいな、なんかちょっとわかる、ピュッてこうやるのが流行ってて私の中で。だからちょっとそれでやります。これはねヒロインメイクのやつ。ちょっと見ててください。Attention, まず please. ここからここぐらいからこうしてまあこうやって一回跳ね上げるね。んでここからこういう感じでまずまあ今ちょっとつながってないんですけど太くするんですよ。ここを埋めていくんだけど、ここのねこの幅をね太めにシュッと上げるみたいな。わかる？こう結構太いんですけど、これをシュッてなってそう上げるのが最近流行ってて、私の中でなんかちょっと猫目ちゃんメイクみたいな。結構ここの幅を太くするっていうのが特徴です。でこうピュッて伸ばす。こっちもやっていきます。はい、引けました。どういう感じですか？はい、じゃあ次に下まつげをね同じアイライナーで描きます。さっきの線を引いたところにこれちょっとだけまあこんぐらい、まあ、ここもあんまちょっと濃くても多少濃くても全然いいです。ここも、まあ、自分の目に合わせて入れてみてください。ほんで私のちょっとコンプレックスっていうか目の中で気になってる部分がここの間がちょっと広い、ちょっと離れ目っていうかなんですよ。なのでちょっとだけ目と目をくっつけさせるためにアイライナーで切開ラインを描くんですけど、切開まではいかなくてここにねこうやって見てください。ここにちょっと線を今描いたのこれだけです。ここまで引かない、下まで引いたらなんかちょっとすごい大変なことに私はなっちゃうので引かなくて、この上だけ線を描きました今。そんな感じでいつもやっております。でこっちもやっていきます。
はい、こんな感じになりました。で、次に、まつげですね。まつげは今私まつエクをつけているので、このコーティング、まつげ美容液のコーティング剤を使います。これは、いつも私が言ってるまつエクのところでいただいたものなんですけど、これコーティング剤なんだけど、透明じゃなくて黒いんですよ。なんかマスカラみたいな、やつで、こうやってそれをまんべんなく塗っていきます。最近は私は束感を作りつつ毛量があるように見えたいので、全部は束感作らないんですけど、ちょっとこうまとめるけどちょっとバラバラみたいな、なんかわかります？束感を作りすぎないことを意識しております。そっちの方が結構目がパチッと見えていいんですよ。こういう感じ。こっちもいきます。結構こうやってなんかピンセットとかを使いたくないのでめんどくさいから、これをこうやっていつもこのブラシだけでやっている。はい、こんな感じです。で、下まつげもまつエクなのでちょっとこれを塗ります。はい、できました。チークを塗ります。チークも私といえばということでセザンヌを使いますセザンヌ本当に優秀だからね。これとか何ヶ月前に買ったのっていうチークなんですけど、最近割れちゃったの。これを結構取ってこの方のところにこうやって上にこう引き上げるみたいな感じでやります。最近はちょっと濃いめにチークを入れるのがハマってますというか、チークは結構いつも濃いめなんですけど、なんかこういう感じではい入れます。で、鼻のここにも先にも入れます。で、顎先にも入れます。こういう感じ。結構濃いよね。でもね、さっきも言ったけど濃いぐらいがいいの。何でも濃いぐらいがいいんですよ。次はこのシーグラムのシェーディングスポンジを鼻のところにこうやってちょんちょんとちょんちょんちょんと、でここ鼻先のとこちょん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 でちょん、こういう感じでやります。そして、私はブラシでやってるんですけど、いつもブラシでまずここから鼻筋のところからこう眉毛の下らへんをこう通って、こうちょっとカーブみたいな感じ、こういう風な感じでカーブでします。で、次反対も同じような感じ。で、鼻先もこういう感じでやります。鼻は高く見せたいので、ちょっとアップノーズに見せたいので、ここにもちょっと線を入れる。こういう感じで結構ノーズシャドウしただけでちょっと濃いんだけど、濃いところはこうやって抑えるなりなんか拭くなりなんなりして、濃ければ濃いほどいいですからねという問題ではないんですよ、ここはね。なのでちょっと抑えて、これをやった時にこう鼻筋結構通って見えると思うんですよ、もうすでに。はい、そこから、私の大好きな工程に行きたいと思います。今日はですね、私の大好きな工程、ハイライトをやっていくんですけど、この前のポップアップの時にこちらのディオールちゃんをいただいたんですね。私がデパコスをあんまり持っていないという発言をねしたので気を使わせてしまってデパコスを買ってきてくれました。そして私がハイライト大好きって言ってたので、これをねわざわざね私のために買ってきてくれたんですよ。ありがとうございます。なのでこちらをちょっと今日は使わせていただきたいと思います。はい、ほっぺにハイライトここにやるんですけど、ちょっと指で失礼いたします。かわいい色がちょっとベージュっぽい感じでかわいいんですけど、ここに
入れます。本当にね、私はハイブランドとかデパコスの化粧品持っていなくって、本当に嬉しい。めっちゃいい匂いやし、あれの匂いがする、ミスディオールの。すごいじゃん。すごいじゃん。で、かわいいじゃん、このハイライト。めっちゃいい。で、いいね。ありがとうございます。めっちゃ合うし。かわいい。あんまカメラじゃわからないかも、ちょっと伝わってないかもしれないんですけど、肉眼で見たらめちゃめちゃキラキラしててかわいい。ありがとうございます。はい。で、ハイライト入れたら、次に、いつも使っているセザンヌのこちらのハイライトで目頭のハイライト入れたいと思います。こういう細い筆取って、ここにくの字でこういう風な感じでのせます。私は結構入れます。ここは。あとここに入れると結構ね、こう目のが近寄って見える、若干クッとなるので好きです。あと目元がなんかキラキラして見えるし、これやるのとやらないのと全然違うっていう感じ。やった方がいいよ先輩。はい、こういう感じです。で、反対側も入れます。はい、こんな感じで入れました。次に同じハイライト、セザンヌのハイライトで鼻と鼻筋に入れます。鼻先はこういう感じでシューッと入れても、やばいよね、変わるよね。で、こういう感じ。ここも結構濃いめだといつも言われております。自負しておりますけど、濃い方がなんか可愛いと思う。ハイライトなんていうのは。はい、こういう感じでできました。はい、で最後にリップを塗りたいと思いますね。リップはいつも塗ってるこちらのシャネルの、ルージュココグロス722を使いたいと思います。これは本当に私大好きで2個目なんですけど、前ファンの方にいただいて、ポップアップの時に、でそれでめっちゃ気に入ったので自腹で購入いたしました。最近いつも結構の頻度でこれを使ってます。これ一色の日がほとんどですね。はい、こういう感じになりました。完成ということで、ちょっと髪の毛をね可愛くして、もっと可愛くしていきたいと思います。先輩こういう感じになりましたわよ。ということで、今日のブルーメイク講座はいかがだったでしょうか。セザンヌ様、I love セザンヌという感じでやらせてもらってるんですけど、自分に合ったメイクとか、髪型もそうなんですけどを、見つけることが一番いいと思います。やっぱりそういうものに頼るとかより、自分で研究して、これが自分で一番可愛いなとかいう、そういうのを自分なりに見つけてみて、はい、なのでちょっと参考に、この動画を参考にしながら、みんなもまだまだ夏はこれからというか、もう夏なんかさ、最近さストーリーでさ、もう夏終わったとか、私の夏の終わりとかエンドオブサマーとかいう言葉があると思うんですけど、エンドオブサマーではないです私の中ではエンドオブサマーではない。先輩、今からが始まりっていうか、ここから露出が楽しい時期になっていくんじゃんっていう。夏はだってさ、露出するのが当たり前だし、みんな露出してるやん、そんな。でもこれから冬にかけて露出が減っていくと思うんですけど、その中で露出していくのが私たちというか、なんかその冬に露出するのが、なんていうの、私たちだけにしかできないポイントなんじゃんって思うので、全然エンドオブサマーだと思っていません。これからもずっと私の夏は続くと思うので、はい、ということで次の動画はルックブックが上がると思いますので、そちらもご覧ください。お楽しみに。メイクとかファッションとかで自分の可愛い、自分の中の可愛いっていうのはある程度作れるものだと思うので、こういう
とこコンプレックスあるとか、こういうとこ嫌なんだよね自分のっていうところも、そういうところがあったとしてもメイクとかファッションでそれを自信に変えるっていう道具だと私は思っているので、みんなも頑張ろうね。ということで今日の私のメイク講座は終わりです。ではまた次、ルックブックが上がっている予定ですので、そちらの動画でお会いしましょう。バイバーイ。